ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、2026年のメットガラの話題についてよ。現在、毎年恒例のこのイベントがネット上で大きな議論を巻き起こしているの。今日はセレブたちによる見当違いな社会への抗議活動、そして理解の範疇を超えた奇抜すぎるファッションの数々について徹底的に解説していくよ。メットガラってあのセレブたちが集まってバチバチに派手な格好を見せびらかすお祭りのことやろ？毎年ニュースになっとるけど、今回はなんがそんなに問題になっとると？その通りだよ。メットガラ、正式にはメトロポリタン美術館の年次総会と呼ばれるこのイベントはチャリティーイベントであると同時にエンターテインメント界の大物たちが奇抜な衣装を披露する夜でもあるの。毎年テーマが設けられていて、今年のテーマはファッションはアートだったんだよ。ファッションはアートね。まあ、無難なテーマやね。で、誰がやらかしたと？問題の中心になったのは女優のサラ・ポールソンと彼女のデザイナーだよ。彼らは今年のメットガラをファッションを抗議の手段として活用する機会だと捉えたの。そして彼らが 1% と呼ぶ富裕層への抗議を表明したんだよ。はぁ？ 1% の富裕層への抗議？メットガラみたいなお金持ちしかおらんようなきらびやかな場所でお金持ちへの抗議ばしたってこと？そりゃあ頭ん中お花畑すぎん？完全に場違いやろ。葵の言う通り、その姿勢は大きな反発を招いているよ。そもそもメットガラは排他的で高額なイベントとして知られているの。だからこそ特権階級の集まりの中で見栄えやパフォーマンスとしての社会活動をすることについて大きな議論の火種となってきた歴史があるんだよ。そりゃ相対。で、そのサラ・ポールソンとかいう人はどんな格好で抗議したと？まさかただの T シャツに文字書いただけで抗議ですとか言っとらんよね。サラ・ポールソンはマティエール・フェカルというブランドのグレーのチュールドレスを着てレッドカーペットに登場したの。でも、ただのドレスじゃないよ。彼女の目は1ドル札で覆われていたの。その象徴性は決して控えめとは言えないものだったんだよ。目を1ドル札で覆う？なんそれ、ホラー映画のモンスターやん。そんなんで抗議のつもりなん？笑わせるばい。さらに、デザイナーはインスタグラムにこう投稿したの。ファッションは芸術であり、最も大胆な形では政治的な意味合いを持つってね。そして、サラ・ポールソンは金に目がくらんだレザーマスクと破壊されたチュールのデビュタントボールガウンを着用している。このコレクションは極度の権力に伴う貪欲と腐敗を反映したものだと説明したんだよ。金に目がくらんだレザーマスクに破壊されたガウンね。言いたいことはわかるばってん。自分がその権力やら貪欲の中心におるのに何を他人事みたいに言っとるんやって話したい。ネットの反応はどうやったと？みんな呆れとったじゃないと？ネットの反応は真っ二つだったよ。多くのコメント投稿者はその意図されたメッセージを称賛したの。でも中には空虚な声明だと痛烈に批判する人たちもたくさんいたんだよ。ある人は、サラ・ポールソンがメットガラに出席したこと自体に異議を唱えて、アイスの交流施設では実際に人々が苦しんでいるのに、あなたはアイスの擁護者であるジェフ・ベゾスとパーティーをしていると書き込んだの。アイスって移民税関捜査局のことやろ？そこで苦しんどる人がおるのに、あんたは、ノーノーと金持ちのパーティーで浮かれとるやんけ、で突っ込まれたわけね。と正論すぎて、グーの音も出んばい。ジェフ・ベゾスってお金持ちの代名詞みたいな人やん。そうなの。実は今年のイベントでは億万長者のジェフ・ベゾスとローレン・サンチェス夫妻が共同議長を務めていたの。しかも彼らが過去にトランプ大統領の就任式に出席したことからトランプ大統領との関係が疑われていることもネット上で注目を集める結果になったんだよ。つまり富裕層を批判するアピールばしとるのにその富裕層のトップみたいな人が主催するパーティーにのこのこ参加して権力者と仲良くしとるってことやろ？そりゃあ、偽善者って言われても文句言えんばい。他のネットユーザーからも、サラ・ポールソンの抗議ドレスの皮肉さを指摘する声が相次いだの。これは本当に皮肉だね、とあるユーザーは書き込んで、裕福なセレブが実際には彼らと親しく付き合っていて、彼らの一員であるにもかかわらず、1% の富裕層について声明を出している。なんとも皮肉な話だと呆れていたんだよ。ほんと、お笑い草たい。一般人から見たら、あんたら全員同じ 1% の富裕層やんけ。って思うばい。ファッション雑誌とかは、この痛々しい抗議をどう評価したと？さすがに持ち上げとらんよね。ファッションとカルチャー誌のコスモポリタンでさえ、サラ・ポールソンのレッドカーペットでの姿を場違いだと厳しく批判したの。
そして彼女が思っているほど自慢できるものではないと付け加えたんだよ。あのコスモポリタンにまでバチがいてバッサリ切られとるやん。恥ずかしすぎるばい。コスモポリタンはメットガラへのチケット代が約7万5千ドルもすると報じているの。7万5千ドルって日本円にするとものすごい額だよね。ただ、サラ・ポールソンのようなセレブリティの場合は、ファッションハウスが費用を負担することが多いとも指摘しているよ。人のお金でチケット買ってもらって、超高級パーティーに参加して、お金持ちは貪欲だって叫び寄ると、ギャグのセンスだけは一級品ばい。同氏は、世界の富の過半数を上位 1% が占めている現状に異議を唱えるというサラ・ポールソンの意図自体は支持しているの。でも、サラ・ポールソンは会場に入ることを拒否して、外に立つだけでもよかったはずだと示唆しているんだよ。ほんとそれ。本気で抗議したいなら、あんな高いチケットもらって中に入らんで、外でプラカードでも持っとけばよかったんよ。中で美味しいお酒飲みながら抗議ですって誰が納得すると？さらに致命的な事実があるの。コスモポリタンは触れていないんだけど、サラ・ポールソン自身の資産が約1200万ドルもあると報じられているんだよ。1200万ドル？日本円で何十億円もあるやん。自分もバリバリの超絶お金持ちやのに、富裕層は腐敗してるって目を1ドル札で隠して歩き回っとったと。もう腹抱えて笑うしかないばい。どんだけ自己客観視できとらんの。結局のところ、この出来事は、セレブリティによる社会活動の落とし穴を浮き彫りにしたと言えるよ。サラ・ポールソン、あるいは彼女の代理人が高額なメットガラへの出席費用を負担し、デザイナーはそれを社会的主張の場として利用したの。その結果、彼女は様々な方面から激しい批判を浴びることになってしまったんだよ。当たり前たい。自分たちの立ち位置もわからんで、表面的なパフォーマンスだけすれば、みんなが、すごい、正義だ、って拍手喝采してくれるとでも思っとったんやろうね。浅はかすぎるばい。富裕層に対する彼女の姿勢は偽善的だと主張する人もいれば、メッセージ自体に深みや説得力が欠けていると主張する人もいたの。結局、サラ・ポールソンの出演をめぐる論争は、有名人主導のメッセージ発信に対する広範な会議論を反映する形になったんだよ。議論を巻き起こす瞬間にはなったものの、実質的な内容はほとんどなかったの。まさに空虚って言葉がぴったりやね。で、サラ・ポールソン以外にも今年のメットガラでやらかしたやつはおると？他にも波紋を呼んだセレブはたくさんいるよ。でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。これからも、葵の鋭い毒舌でズバズバ切っていくけん。面白かって思ったら、今のうちに、チャンネル登録とグッドボタン、高評価をポチッとよろしく頼むばい。さて、話の続きだけど、今年のテーマ、ファッションはアートは、セレブリティたちに、型破りなスタイルに挑戦する機会を与えたの。エンターテインメント業界の大物たちの多くは、洗練された伝統的なスタイルを選んだ一方で、驚くほど奇抜な方法で既成概念を打ち破った人たちもいたんだよ。奇抜な方法で既成概念を打ち破るね。嫌な予感しかせんばい。誰がどんなトンチキな格好をして現れたと？例えば、レイチェル・ゼグラーは白いコルセットドレスに目隠しを合わせた装いで出席したの。その夜のより実験的な見た目に比べると比較的控えめなスタイルだったんだけど、X のユーザーたちはすぐに違和感を指摘したんだよ。目隠し？また目隠し？さっきの1ドル札といい、今年のセレブは前が見えんのがトレンドなん？で、なんでそれが指摘されたと？レイチェル・ゼグラーが着ていたのは、不当に迫害され殺害された10代の女王を描いたレディ・ジェーン・グレーの処刑という肖像画の衣装だったの。彼女はディズニーの失敗に終わった実写版白雪姫のリメイク版に至るまで報道陣やファンとの間で波乱に満ちた経歴を持っているでしょ？それを考えると X の多くの批評家はレイチェル・ゼグラーがこの選択によって自分を被害者として見せようとしていると非難したんだよ。あの白雪姫で大炎上した女優さんね。自分が不当に迫害された女王様ってアピールしたかったってこと？どんだけ悲劇のヒロイン気取っとると。自業自得やろがい。しかも、ネットユーザーたちは、衣装そのものよりも、彼女の表情や態度に注目したの。興行成績が振るわなかった実写版、白雪姫に出演した彼女に対して、辛辣なコメントが飛び交ったんだよ。どんなコメントが書かれとったと？白雪姫役で、ディズニーに1億7000万ドル以上もの損失を与えたレイチェル・ゼグラーは、メットガラでの姿、特に奇妙な顎の動きをめぐって、容赦なく嘲笑されているといった具合にね。1億7000万ドルの損失？
そりゃあ、ディズニーも頭抱えとるばい。しかも、奇妙な顎の動きって、緊張しとったんか、それともアートを表現しとったつもりなんかわからんばってん。完全に笑い物にされとるやん。彼女のように物議を醸すような装いで話題を呼んだ人もいれば、レッドカーペットで大胆な自己表現に全力で取り組んだ人もいたよ。次は、ラッパーのバッド・バニーの話をするね。彼は、物議を醸したスーパーボールのハーフタイムショーの後、初めて、公の場に姿を現したの。バッド・バニーか。ラッパーなら、なんかギラギラのチェーンとかつけてきそうやけど。それがね、レッドカーペットに登場した彼は、意図的に、老けたようなルックスを選んだの。ウィル・フェレルなどの人物と比較されて、ネット上で、たくさんのコメントが寄せられたんだよ。老けたルックス？なんでまたそんなおじいちゃんみたいな格好ば選んだと？ネット上では、彼とスタイリストの架空の会話が作られて、こんな感じで、大喜利状態になっていたの。ゴス版カーネル・サンダース。払いたい。確かに、白いヒゲにスーツやったら、完全にフライドチキン売っとるおじさんやん。しかも、ゴス系って、どんな闇落ちカーネルおじさんなん？バッド・バニー自身も、このルックスを完成させるのに、53年かかったと、冗談を言っていたの。53年って、ケンタッキーの秘伝のスパイス張りに時間かかっとるやん。まあ、こういう笑える冗談なら、偽善的な講義よりは、なんぼかマシばいね。他のセレブリティたちも、テーマである、ファッションは芸術であるを極限まで追求していたよ。モデルのハイディ・クルムは、ラファエロ・モンティの彫刻、ベールをかぶったウェスタの巫女に、インスピレーションを得たの。彼女は、ピューター色の布地、発泡素材、ラテックス、そして全身メイクを用いて、彫刻された大理石のような外観を表現したと報じられているよ。大理石の彫刻になりきったと。人間やめて石になったん？それは、もう服やなくて、特殊メイクの世界やん。その結果、一部のネットユーザーは、まるで AI が生成した彫像のアニメーションを見ているのではないか、と疑問を呈したほどなの。ハイディ・クルムの奇抜な彫像のようなメット柄での見た目が AI と間違えられる。これは一体何？なんて言われていたよ。AI と間違えられるって逆にすごいばい。どんだけ無機質になっとったと。気合入りすぎやろ。次はサム・スミスだよ。彼はコウモリの羽のような飾りのついた黒いガウンと羽飾りのついたヘッドピースを身につけて登場したの。でも、一部のネットユーザーから冗談交じりにトラビス・ケルシーと間違えられてしまったんだよ。コウモリの羽に羽飾りってただのカラスの化け物やん。しかもトラビス・ケルシーってアメフトの選手やろ？ガタイが良すぎてただのでかいカラスになっとったんやない？さらに大御所のマドンナは付き添いを必要とするほど凝った衣装を身にまとって現れたの。海賊船を模したヘッドピースを身につけるなど観客たちがゴシック調で魔女のようなシュールレアリズムと評したスタイルを披露したんだよ。頭に海賊船？もう首の骨折れるばい。ゴシック調の魔女ってマドンナは何と戦おうとしとると？彼女の装いはシュルレアリスム画家レオノーラ・キャリントンの作品聖アントニウスの誘惑の要素を直接的に反映していると多くの人が指摘したの。だから彼女はこの夜の芸術をテーマにしたイベントに最も忠実に沿ったセレブリティの一人として位置づけられたんだよ。はえー、ただの奇抜な魔女じゃなくてちゃんと元ネタの絵画があったんやね。まあ、頭に船乗せとる時点で狂気しか肝心ばってん。でも、参加者全員がマキシマリズムや概念的な変革を受け入れたわけではなくて、テーマをより古典的な解釈で捉える人もいたの。2026年のメットガラに出席したセレブリティ全員がテーマのより型破りな解釈を受け入れたわけではなかったんだよ。ほほう、まともな服着てきた人もおったんやね。誰と？歌手のサブリナ・カーペンターだよ。彼女はコーチェラ出演をめぐる論争の後にメットガラに登場したんだけど、1920年代風のフラッパースタイルを選んだの。とはいえ、彼女の黒いドレスは文字通りフィルムで作られていたんだよ。フィルムで作られたドレス？それも十分おかしいばい。座ったらバリバリって割れそうやし、火の粉でも飛んできたら大惨事やん。でも、見た目は綺麗やったと？ええ。ネット上では彼女に批判的な人ですら、よし、これで終わりにしよう。あの女は大嫌いだから何もあげたくないけど、ドレスは本当に素晴らしいと認めざるを得ないほどだったの。アンチにそこまで言わせるってよっぽど美しかったんやね。1ドル札で目隠ししたり、ゴス版カーネルになったりするよりは、よっぽどアートって感じがするばい。結局のところ、2026年のメットガラに集まったセレブリティたちは、ハリウッドのクリエイティブなエリートたちと彼らが楽しませようとする観客との間に存在する隔たりを浮き彫りにしているの。隔たり、ね。まあ、庶民からしたらメットガラはひどいって感想しか出てこんばい。
お金持ちが何千万もかけて奇妙なコスプレして、挙句の果てに、富裕層はクソだとか言い出すんやけん。その通りだよ。意図的か否か、また、レッドカーペットに立つ人々にとって、それが重要かどうかに関わらず、オンラインでの反応は、芸術家の意図と一般の人々の解釈との間に広がるギャップを示唆していたの。称賛された見た目がある一方で、困惑、笑い、あるいは不信感を抱かれた見た目の方が、はるかに多かったんだよ。そりゃ相対。アートって言えば、何でも許されると思っとる節がある場合。ハイコンセプトなファッションがスクリーンに映し出されると、いかに簡単に主張から見せ物へと変貌してしまうかを反映していたと言えるね。まさに見せ物やね。来年はもっと普通の服着てきてほしい場合。見てるこっちが疲れるけん。ということで、今日は2026年メットガラでの奇抜な衣装や偽善的な抗議活動という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。